ほとんどの選手をもうボコしたみたいな感じでしたね。あれは自分の究極体なのかな。4回目にしてようやく勝つっていう頭上がんないですね。どうも、三上ヘンリー大地です。本日は三上ヘンリー大地が選ぶ歴代ミドル級 MMA ファイター3選ということでですね、お話しさせていただきます。私はミドル級で試合をさせていただいてるんですけれども、その中で、私と同じ階級でこの選手はいいなっていうふうに思っている選手をご紹介させていただければなと思います。1人目はですね、アンデルソン・シューバですね。アンデルソン・シューバの何が好きかっていうと、やっぱりファイトスタイルですよね。当時確かアンデルソン・シューバで10年連続負けなしとかじゃなかったかな、おそらくっていうぐらいもうほんと強かったんですよ。アンデルソン・シューバもプライドに出たりとかもしてたんですけど、その時は日本人に2回負けてるんですよね。その当時が打撃がすごい強かったんですけど、UFC に行ってからもう負けなしですよね。負けはもちろんあるんですけど、もう本当にすごい強くて、ミドル級のほとんどの選手をもうボコしたみたいな感じでしたね。たまにこう相手を舐め腐るがゆえに試合に、負けちゃったりとかいうのもあって、そこもなんか私としてはすごい愉快で面白くていいなっていうのは、本当にエンターテイナーな戦い方をする選手で、技術的にも参考にさせてもらってる部分もあるし、本当に面白くて見てて楽しい選手でしたね。だから私大好きですね、アンデルソン・シューバー。40超えてもボクシングに行って、でそこでなんか元世界チャンピオンかなに勝ったりしてるんですよ。ボクシングでも超強いですよ。2人目はイスラエル・アデサニアですね。アデサニア、いやもう本当に私は大好きで、戦略の戦いの部分の戦略の上ですごい参考にさせてもらってるファイターですね。アデサニアの魅力はやっぱそのしなやかな打撃と、あとはそのテイクダウンディフェンスがすごくて、もう本当にあれは自分の究極体なのかなっていう、まだまだ全然だし、でも目指すべきはああいうテイクダウンディフェンスかなっていうふうに思ってますね。本当に距離の使い方とかも上手だし、でテイクを怖がって蹴らないとかそういうのはないんですよ。しっかり蹴っていくんだけどしっかりディフェンスするし、そこが本当に上手だなと思いますね。宿敵っていうか、もともとキックボクシング時代にアレックス・ペレイラっていうのがいて、ブラジル人なんですけど、アレックス・ペレイラはグローリーでライトヘビー級とミドル級のチャンピオンだったんですよ。それが MMA に転向して、でグローリーとかじゃなくて別の試合でアデサニアと2回やって、2回ともペレイラが勝ってるんですよね。でキックボクシングの試合ではペレイラが勝ってて、じゃあ MMA、UFC で戦ったらどうなのかっていうことで、アレックス・ペレイラが UFC 来てチャレンジャーとしてアデサニアと戦ったんですけど、そこでペレイラが勝つんですよ。だから3回やって3回ペレイラが勝つみたいな、でマジかってなったんですけど、その後ダイレクトリマッチをしたんですね。そしたらそこでアデサニアが今度勝って、そう4回目ですよね。4回目にしてようやくペレイラに勝つっていう、そのストーリーもすごい面白いですよね。グローリーって何ですか？グローリーってキックボクシングの、ヨーロッパの、団体で、重量級に関して言うと世界で一番レベル高いんじゃないかなっていう感じですね。70キロまでは1が非常にレベルが高いっていうふうに私は思います。77以降になってくるとグローリーがやっぱりレベル高いなと思いますね。じゃあその2人はもともとそのキックボクシング時代に戦ってるんですね。2回戦って2回ともアレックスが勝ってるんですよ。MMA でやってそれでもアレックスが勝って、でその後にダイレクトリマッチでアデサニアがやってアデサニアが勝つっていう。でアレックス・ペレイラもすごい強いし、ストライカーだからすごい参考にしてる部分もあるし、アレックス・ペレイラもすごい好きな選手ではあるんですけど、やっぱり長いこと自分をこう魅了してきたのはアデサニアなので、2人目はアデサニアかなっていう感じですね。アデサニアはさ、
試合の組み立て方とかっていうのもやっぱちょっと特殊なんですか？そのフェイントの使い方ですよねがすごい上手で、 MMA ファイターって結構、フェイントを大げさに使う人が多いんですよね。アデサニはなんかスッスッみたいな、本当にパンチを打つ動作の途中で止めたりとかするんですよね。でその止めるのがもう本当フェイントになって、でもアデサニは実際には全然力は使ってないから、結構フェイントして疲れちゃう人とか結構いるんですけど、アデサニはそういうのじゃなくて、もう本当に綺麗にスッスッってもう打つ直前に止めるようなイメージの動作ですよね。そこから蹴りにつなげる、ここからまたもう一歩入ってパンチを打つとか、フェイントで引っかかって入ってきたらテイクダウンディフェンスするとか、しっかり相手を見てディフェンス重視っていうところが自分のすごい尊敬しているところですね。最初の頃は割と KO を重ねてたんですけど、やっぱ UFC っていう舞台だしみんなレベルも高いから、そこでは結構ディフェンスがチャンピオンになった後ぐらいからディフェンスがすごい重視されてきましたよね。逆に私はそういう方が好きなんですよ。なんかKO して倒すみたいなのももちろんいいんですけど、それ以上に3ラウンドなり5ラウンドなりポイント取り続けられるっていう方が競技としてのレベルが非常に高いっていう証拠だと思うんで、ディフェンス重視の戦い方っていうのがすごい自分は参考にしてますね。3人目ですね、岡見雄心です。岡見雄心です。はい。岡見雄心とか言えないんだけど、はい、岡見さんですね。別にこれは大して語る必要もないと思うんですけど、日本人としてね、ミドル級で、しかも重量級ですよ、ミドル級でランキング3位まで行ってタイトルマッチまで行って、で相当なことなんですよ。相当もう本当にマジですげえなっていうのはすごい感じてるし、普通に練習も今でもさせてもらいますけど、組み技に関して言ったら今でも本当にパワーすごいですよ。現役の選手との感じじゃないんですよ。なんかこう現役の選手、重たい選手と組んでる感じとはちょっと異質なパワーの圧力を感じるんですよね、組み技で。あれは本当にすごいなと思いますね。もう本当にいろんなところで試合してて、戦績的にもこう勝ったり負けたりの戦績ではあるんですけど、それがやっぱすごいですよね。相手と戦ってるんだけど、本当なんか自分との戦いを常にやってるなっていうのをすごい試合を見ても感じますね。評価するわけじゃなくて、そういう風に直感的に感じるファイトですよね、岡見さんは。相手をテイクダウンしてずっとつけ続けて3ラウンド勝つっていう。当時ではすごいこうつまんないみたいなことを言われたりだとか、確か1回負けただけでリリースされたりとかしたんですよ。で別にその内容もあんま悪くなかったのに、なんかそれに関してもいろいろ物議が醸されたっていうか、おかしいだろ岡見カットするなんてみたいなのとかがあったり、その順風満帆な競技生活だったのかなって言われるとどうなのかなっていう、私自分自身が岡見さんの立場だとしたらすごい悔しい経験をすごいされてるなって思って、でもそれでもなんか格闘技と向き合い続けて今でもこうやって練習してるし、この間だって試合して勝ってるし、っていうのは本当にもう尊敬に値しますね。頭上がんないですね。ヘンリーの体格的に教えてもらえる方ってもうこの日本においてはもう岡見さん以外いらっしゃらない。いないですよ本当に。体感してるからこそ凄さが分かりますよね。よりやっぱすげえなっていう。はい、ということでですね、三上ヘンリー大地が好きな歴代ミドル級 MMA ファイターということで、語らせていただきました。また次回もですね、追って好きの方は動画をご覧になっていただければ、嬉しく思います。ではどうもありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。岡見さんは練習前に絶対コーヒー飲むんで、つけられたらコーヒーの匂いがするんですよ。岡見さんに上乗っかれたら「いやコーヒーの匂いする」って「岡見さん練習前コーヒー飲んでるから」みたいな。